皆様こんにちは。知ること語ることの時間です。今回は能楽師の山井綱夫さんをお招きして2度にわたり幅広いお話を伺っていこうと思います。山井さん、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。山井さんは1973年生まれ、シテ方コンパル流の能楽師でいらっしゃいます。重要無形文化財総合指定の保持者であり、また公益社団法人能楽協会の理事をもお務めされております。山井綱夫の会を主催され、若手能楽界のホープとして古典のみならずさまざまな挑戦を重ねて今日に至っておられます。11月には横道マリオさんによる新作能「高姫」に挑まれるということで、この番組の公開直後にはこの高姫の舞台があるわけですね。では山井さんからいろんなお話を今日は伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくありお願いいたしまがとうございます。す。ありがとうございます。能の世界にお入りになるにあたって、はい、そのお家柄も実は能の、はい、お家柄であられた。まあ家柄ってことでもないんですが、まあ私の場合は祖父がですね、はい、まあコンパル流能楽師でありました。はい。まあちょっと、私の場合はいわゆるこうなんていうんでしょうか、代々昔から接収しているというのと違って、まあ祖父が、祖父の代からですね能楽師になりまして。でしかもまあ私はまあ祖父にとって外孫ということで、まあいわゆるまあ私の母親の父親が能楽師だったということで、まあ私の父はまあ普通に会社員をしていて、まあ能はすごく好きで学生時代も相当入れ込んだ人でありますけれども、大変理解もあったんですが、なのでまあ外孫ということでちょっとまあ一代飛んでると言いますかですね、ちょっと私も実は兄が2人おりまして、私実は男3人兄弟の末っ子なんですね。なるほど。で兄2人は後を継がず、なぜか私にですね白羽の矢が立ったというか、白羽の矢っていうのは文字通り何かあれだったみたいですね。こうだからおじい様からの何かこう直接の何かこう、いやそうか、それがですね、私は実は能楽師だった祖父には全く実は教えてもらった経験がなくですね、初舞台を踏んだもう数ヶ月後に実は他界をしまして、どちらかというとその祖父を支えてくださった周りのお弟子さんたちが、まあ祖父はもういいと、後継ぎはいいんだということだったんですが、まあ周りにいるお弟子さんたちの声として「やっぱり先生の後をどなたがお孫さんが継ぐべきだ」と。いうので綱夫さんがいいんじゃないかとか言って、それで私は当時3歳とか4歳ぐらいで何にも分かんない年だったんですけど、まあとりあえず習い事でさせてみて子役がありますので、能っていうのは子役がありますんで。まあ今能楽師にさせるとかさせないとかじゃなくて、まあ、気楽にさせてみて、物心ついた時にご本人が能楽師になるかどうかをまあご判断されればいいんじゃないかと、祖父は実は生前私が能楽のその舞台に出ると、まあもう祖父は病床に伏しておりましたので、お弟子さんのまあプロの能楽師の方がいらっしゃいました。まあその方は私のまあ後の師匠になるわけですけども、その先生がうちの祖父にですね、まあお孫さんを綱夫君を子役で、私の舞台の子役でとこう、まあ、言った時に反対だと、可愛い孫に、そんな能楽なんてね、こんな大変なことをさせることはないと、世の中にはもっといい仕事があるんだから能楽師なんてさせずにね、可愛い孫にはそんなね辛い思いを、俺がしてきたような辛い思いをさせたくないと。だから反対だと、まあ、こう言ったと言いました。で、まあ、周りの人からそう言われて、うちの両親もですね、まあ、大人になってから判断すればいいじゃないですかとこう言われたので、まあそう言われたんだったらまあそうかということでしぶしぶ承諾をし、私はまあ初舞台に出て、でその時にまあちょっとあるお弟子さんが、まあ、私が一言二言セリフがあるもんですから、まあ本当に当時は5歳でしたけれども、その舞台で発したセリフをですね、まあ録音して病床の祖父に聞かせたところ、祖父はさすが俺の孫だとっていう先生はそう言ったとさすが俺のなんだ嬉しかったんじゃねえかみたいな感じいうふうな感じで、まあそれをあれして、まあ数ヶ月後にですね、まあ他界をしました。はい。私の中では今のシーンが非常に印象に残っていて、ズバリなんかね、やはりこうおじい様から
こう指名を受けたかのような、ね、イメージがこう残っていたんですけれども、そうするとその病床でしかしその初舞台の録音を聞かれた、そのやっぱりおじい様のそのこう思い、それからあるいはその直感といいますかね、俺の孫だというね、まあじじばかっちゃそうかもしれないけど、そうじゃない何かね、やはりそういう直感があって、何かこうお継ぎになるという意識っていうのは、いろんなこう山井さんの発言、あるいはここまでのですね、こういろんなこうプロフィールの、描き方を見ても感じるんですけど。ありがとうございます。いやもうその後にですね、いわゆる女性能楽師の先駆けになります、その祖父の一番のお弟子さんであった富山典子先生という方が、私の師匠になって、祖父が他界した後はですね、祖父の芸を私に、教えてくれました。まさに私にとっては能楽の母と呼べる存在で、その能楽の母富山先生が、私が小学校6年生の時にですね、祖父の追善公演というのをですね、企画してくださいました。でその時のその舞台で私は初めて能の主役をですね、能ではしてと申しますが、主役を小学校6年生の時に祖父の七回忌追善能という場でさせていただきました。でその時の舞台っていうのが、本当に無我夢中で、まさにキザな言い方をしますと、無心とはこのことかと、もう舞台はもう本当に一瞬で過ぎてしまって、もう本当に必死で努めて、もう本当にフィルムのコマ送りのような記憶しかない、そんな状態で必死に舞台を務めた後に、その時にもう、私の場合も理屈でなくてですね、祖父の後を継ぐんだと、祖父の後を継ぎ、そして祖父を追い越すと、自分は能楽師になるんだと、いうことをその公演の後にですね、小学校6年生の時に強く、なぜだか分からないんですが、もうとにかく理由はないんです。もうその公演が終わった時に自分はもう後を継ぐと、それは誰かに言われたわけでもなく、強制されたわけでもなく、自分の中から湧き上がる思いとして、強くその時にそう思った思い、それはもう今の年になってもですね、僕の心の中にやっぱり変わらず、ある思いです。その時にこう DNA がパッと開いたんですか。いや、どうなんでしょうか。でも不思議、ちょっとね、これはちょっと、嘘か本当かの話ですけれども、私の母ですね、つまり能楽師だった祖父の娘にあたります私の母のところには、しばらく枕元にですね、おじいちゃんが出てきたと、お父さんが出てきたんだと。そうするとその初舞台の時のですね、その初めて主役を務めた時の舞台も後日談としてですね、私の母がですね、前の日そのお父さんおじいちゃんが出てきたと、で明日の舞台は綱尾は俺が一緒に舞うと、俺が一緒に舞うから心配するなというふうにおじいちゃんはそう言ってたんだと。なるほどね。だからそういうことがそうなのかと思うと、自分は無我夢中でやってたけれども、ひょっとしたら祖父が一緒にいて、一緒にやっぱり舞ってくれて、そういうやっぱり祖父の存在ということを、能というのはとてもスピリチュアルな世界でもありますので、ちょっとうまく言えませんが、祖父の存在というのはすごく感じながら、やっぱり能楽師活動をやってたっていうのはですね、とてもやっぱり10代の時なんかは非常にその存在は、直接教えてもらったこともなかったですけれども、感じてきた、ですね。もう能そのものみたいなエピソードですね。そうですね。まさに本当に能の世界そのままの、もう霊界とあちらとつながってるっていう。しかし文字通りこれはですね、私なんかも能を拝見していつも思うのは、やはりそういうそのスピリチュアリティっていうものがね、能の場合は別にそういうことを想定しているとか、そういうふうなものを仮定しているのではなくて、濃厚にそういうものを感じられる、そういう、世界であって、そのまま祈りの場になるという意味ではね、そういう感受性がなければ逆に能楽っていう世界は理解もできないし、演じることも難しいのではないかというふうにも感じますね。おっしゃる通りですね。本当に能楽堂というですね、ぜひ本当にまだ来たことない方はぜひ足を踏み入れていただきたいんですが、本当に古い建物になりますと、もう築100年のですね、古いもう舞台も今現像してますし、そのなんていうか、
今でいうところの本当にいわゆるスピリチュアルな、今で言う言葉で言いますとですね、その、あちらとつながっているということが、まさに世界として普通に描かれていて、能楽師っていう存在自体が、僕らが、これは能楽師にもいろんな捉え方あるかもしれませんが、私自身は非常にやっぱりその目に見えない何かによって動かされているっていうか、一つのよりしろというかですね、そういう意識で演じている、務めている、舞台を務めているっていう感覚はとても日頃も強く感じています。で、能楽っていうものが持っているやっぱり一番根本に持ってて大切にしなきゃいけないことっていくつかありますけれども、そんな中でやっぱり一つのことっていうのは、やっぱりその神様の世界っていいますか、仏様の世界っていうか、ちょっと、今の現代だとアンタッチャブルって考えられるかもしれないけれども、でもそういうことがこの能楽は700年間、当たり前にそういう、死生観といいますかですね、死というものの考え方捉え方とも言えると思いますけれども、その神とか鬼とか、仏様とか、精霊フェアリー、幽霊、本当に草木の精霊、それこそ閻魔大王も出てきますし、さまざま老若男女も含めて異次元の世界から降り立ってくるっていう世界を、本当に身近に感じながら生きてきた、そして、それが、700年ですし、私は祖父がコンパル流能楽師でありましたので、自動的に私コンパル流という流派の能楽師になりましたけれども、なってみたらコンパル流という私の流派は非常にそのさらに倍古いですね、聖徳太子から続いている歴史があって、そして現在も奈良のですね春日大社とか興福寺の神事法事ということに非常に特化するというか、それに終始してその神様仏様に対する祈りということをですね、やっぱり今も現在も歴代の宗家が家元がお務めになられていると、そういうことを私自身も自分が携わって、そういうことを身近に感じた時にですね、やっぱりこういうことがとても実は、なんか大事というか、目に見えない世界、目に見える可視化できること、ロジックで理解できること、これが全てで、それ以外のものというのは捉えようがないものは嘘だと、嘘だしそれは違うんだということじゃなくて、なんか目に見えなかったりとかそういう外側のもの、余白のもの、そういうことがもっともっとこれから大事になるべきだと思うし、能楽が持っている素晴らしさっていうのはやっぱりそこにまさにあるというふうに、僕もそこの自分自身も不思議な体験いろいろしてきましたので、そういう観点の能の素晴らしさってあると思うんですよね。その今コンパル流というお話が出ました。山井さんは、非常にこの能についてのですね入門講座を積極的になさったり、学校の、訪問も、そしてやはりこの能そういう非常にスピリチュアルなものでもあるし古いものですから、なかなか能はね眠くなる、あるいは理解できない、というようなね、方がたくさんおられます。でもそれをやはりきちっと説明をして分かっていただいた上でその世界を深めていくという意味では、能を説明していく第一人者であるというふうにも私思っています。ですからそういう意味で少し能についてですね、初心者から見た時にいろいろ分かりにくいことがたくさんある、そのあたりのことを少し伺いたいなと思うんです。そうですね。今例えば、一般的に能というのは、室町時代初期の観阿弥世阿弥不死、そしてこの2人が一種の創始者になって、そしてこの世阿弥から、あと日本の歴史の中で歴代の、武家政権が庇護したり、各地でその能の興行が、花開いていくと思いますけれども、一般にそう思われていると思うんですが、今コンパル流はさらに遡るというお話をされました。この流派というもの、これが
最初にまず、能の世界に入る時に、素人の我々から見ると分かりにくい。はいで歌舞伎なんかに比べてもこの流派というものが非常に明確に、あってそれが古くから続いていると思うんですけども、この流派について少し分かりやすくご説明いただければと思います。わかりました。はい。そうですね。能楽にはですね、それぞれ流派っていうのがありまして、5つの流派が現在存在しています。もともとは、奈良ですね、大和の国奈良に、今の、興福寺と春日大社に、出資して仕えていたいわゆる能楽の源流と考えている、昔当時は猿楽と呼んでいましたけれども、そのグループが、4つあったと言われています。その本当はもっと各地にですね、いわゆる能楽猿楽の旅芸人のようなって言ったらあれですけども、今でいうところの本当に旅芸人のようにですね、そういうのがいくつもいくつもたくさんあった。でたまたまそれが今、小川先生お話しになられた世阿弥が、時の将軍足利義満に見初められて、これは素晴らしいということで、その時の将軍からですね、絶大なる庇護を受けるというこの劇的なやっぱりこう出来事があり、そこから歴代のいわゆる将軍と言われる方々、いわゆる武士という方々が、能楽を幕末までですね、絶大にこう庇護をし、そしてその、武士自身がですね、それを習い事としてたしなみ愛好し育てていくということが、能楽が現在ここまで育まれたことによって対してはとても大きかった。でその4つのグループっていうのがもともとは一緒に所属していたんですが、それぞれがですね、なんていうか共通の台本を持って、これが不思議なんですけども、ほぼ9割ほとんど同じ台本を共有しながら、発しているセリフが違う、メロディーが違う、動く、私たちは舞と呼んでいますけども、いわゆるダンス舞踊をですね、踊る、舞うと言いますが、その動き方が流派によって全然違うということで、4つの流派、我々の業界では一番大きな流派は、観世流というですね、一番大きな流派、それからその2番目が宝生流という流派があって、そして、今現在、全ての流派の、ご宗家家元は東京にいますが、唯一京都にですね、本拠地家元もいらして本拠地になっている京都にいらっしゃるのが金剛流という流派、これは私のコンパルにとっても近いと歴史的に言われてますけれども、それでうちの流派、私の流派コンパル流、であとは江戸時代になった時に2代将軍の徳川秀忠公が大変可愛がっていた能楽師が、本当に天才で若い時からそしてもう素晴らしい能楽師になったので、鶴の一声で、出来上がった、徳川秀忠公の鶴の一声で出来上がったのが江戸時代の初期にですねできたのが北流という流派があって、現在この5つの流派ということになってますけども、それぞれ、共通の台本を持ちながらでもやっぱりこうかなり特色のある、でそれぞれがその流派によっての公演ということで、独立して上演しているという流れになっていますね。はい、これはその共通の台本のこう主流になるのはやはり観阿弥世阿弥の作品になるんですか？そうですね、やっぱりそうです。はい。でその前に非常にその猿楽のような形、要するに庶民の間にこう広がっていた、そういうこう芝居あるいは舞がこう観阿弥世阿弥の頃にこの2人によってとりわけ一種のこう急激に芸術としてのこの磨かれていくと。そうですね。その前はもっと素朴な、あるいは普通にむしろ庶民が、旅の要するに芝居の旅芸人みたいな形で、日本中でこう広がったり楽しんだりしていたようなものから、それをこう一種のスタイルに磨き上げたのがこの親子だと、大体そういう理解でよろしいんですか？そうですね。私もよくお話しするのは、よくその観阿弥世阿弥が能楽をゼロからクリエイトしたというふうに捉えられるんですが、そうではなくて、僕は観阿弥世阿弥という親子が能楽をいわゆるハイブリッドな形でこう合体させたというかですね、練り上げた、その能楽の中にはですね、その能より当時猿楽、その古くからもっと伝わっている芸能とか、もうその当時でもうすでに滅亡してしまったようなさまざまな芸能を能楽の中にこううまく取り入れて、
それは例えば、称名とかもそうですし、もちろん神楽もそうですし、雅楽ももちろんそうだと思いますし、あとはもう今なくなりましたが、曲舞と言いますけども、そういう芸能とか、あとは田楽っていうものだったりとかですね、あの当時いわゆる中世より前の時代に日本に古くから存在してであろうと言われているさまざまな芸能のエッセンスをうまいこと能楽の中にこう取り入れて、それを一つの合体させてハイブリッドにさせて能という形を川水闇が作り上げた。ですから能楽っていうのはすごくこうハイブリッドなさまざまなこう芸能のこう集めて、それをぐっと煮詰めたスタイルにしたもの。なるほど。はい、ですからその紐づいていくと、もっともっとこう糸を引っ張っていくと、川水よりももっともっと古い日本のもっともっとこう源流的な、もっととてつもなく古いところにですね、糸がいろいろこうあっちこっちにこうつながってるといいますかね、はい、それが全部一つのさまざまな糸がぐっと能楽のところにこう一つの一束なこう束になってるっていうか、はい、そういう捉え方ですかね。その場合こう中身の側から見ますとね、演目として非常にこう多いのが、平家物語であったりとか、あるいは、伊勢物語、源氏物語のような、その王朝の文学の一場面であったりというような形で、我々がその原作の方も知っていて、そしてそれがこうエピソードとして一つの能の劇になっているもの、こういうものもあると一方で、純粋に和歌が素材になって、能の作品になっているもの、それからそのそういうあまりこう特定の原作が大文学として残ってるわけじゃないけれども、お能としてあるものと、なんとなくそういうふうに分けられるようにこう思うんですけれども、そういう意味でそれぞれのこう代表的な、分け方やあるいはその簡単な説明ということはできますでしょうか。はい、今そうですね、先生おっしゃったように本当に、今まさにすごくとても大事な点だと思ってます。もともとやっぱり、和歌というものがですね、やっぱりこう日本のもともとのこう日本語のですね根源的なものとして、現在もでもとても大事にされてますが、その世阿弥もですね、和歌をやっぱり勉強せよと。で能楽の手法というのはいわゆる和歌のいわゆるこのギュッと日本語を濃縮する五七五七七、リズム、煮詰め方、それをいわゆる五七五七七の流れを一つの壮大なる一つの脚本化し、一つのドラマとし、として描くという手法をとってます。ですのでその一言一言がまさに和歌のように、能楽の言葉というのは本当に美しく凝縮された、洗練された、選び抜かれた日本語、それが一言一言に意味があって、なるほどな、こういう言い回しがあるのかっていうふうなことがこのもう700年以上経ってる今でも本当に錆びることなく、よくシェイクスピアの作品などもですねそういうふうに例えられたりしますが、いやもう本当に能楽の中にもそういうね素晴らしいこう日本語が宝のような美しい日本語っていうのが、たくさんあるというふうに感じてます。でその、和歌から今先生おっしゃった伊勢物語、平家物語、源氏物語をはじめとするいわゆるもう、本当に素晴らしい文学作品、その世界観をぐっと分かりやすく、源氏物語全部読むってなかなか大変だったりするので、そののは美味しい場面を取ってダイジェストでこう見せると。ですのでもう一つよく言い方でですね、能を見るとさまざまな文学作品を一気にこうもうダイジェスト版でこう濃縮した形でこう通読できますよと。源氏物語なかなか全編全部読むの大変だけれども、脳で描いているものの世界観を見れば一通り例えば「源氏物語」の世界を体感することができますよとかですね、そんなふうな言い方をしていたりしますね。源氏だとどんな作品が能としては例えば。そうですね、一番やっぱり有名なのは「葵の上」という世界、いわゆる六条の宮洲所の、それからあと野々宮という作品だったりですね、
あとは夕顔とか玉桂とかですね、いわゆる能楽っていうのはですね面白いんですけど、そのメインキャストっていいますか、じゃあ光源氏、光源氏っていう人を描くっていうことを能楽はあまりせずにですね、なるほど。ちょっとこうその周りにいる人たちにスポットを当てて、でそこにこうクローズアップしていくっていう描き方ですね。ですので、の中ですと、六条の宮洲所という人は、非常にやっぱり絶妙な描き方をされておりますね。六条の宮洲所であると、要するに嫉妬に苦しんで、そしてその生き量になってしまうと、そしてその生き量となった六条の宮洲所の霊が葵の上に、取り付いて、そしてそれを生き量の形で生き量として殺してしまう、本人はなんとなく変な感じがするなと思ってるけれども、意識としては気が付かないうちにその生き量の形でそれをその源氏の正妻になりますか、を殺してしまう、そうするとこれはお能ではどういう描かれ方を？これがですね、能楽的な、面白い手法なんですが、タイトルがそのまま「葵の上」というタイトルなんですね。でも主役は六条の宮洲所。じゃあ例えば能では葵の上は病気で寝てるという設定でこう始まります。で、普通だったらベッドかなんか布団かなんか引いてあってこううねってると思うんですけど、能ではですね舞台上に小袖を衣を一枚ペラッと置いて、舞台の前面に、これが病気で寝てる葵の上ですよという表現にしてしまうとかですね、それは非常に独特な表現だったりします。でそこに六条の宮洲所が生き量として、幽体離脱した魂として出てきて、そしてその恨みつらみを述べる光源氏との良かった時代でもやっぱりそれで裏切られた悲しさみたいな、そのジェラシーの思いっていうのを切々とやっぱりこう怒ったり悲しんだりっていうのをこういう波でこう表現していく。その場合、光源氏は舞台に出てこないんですか？ですね。だちょっとやっぱりこうなんていうんですかね、こうちょっと外すっていうか、能楽はこうど真ん中をドストレートを描かずに、ちょっとこうちょっとこう外すっていうかですね。その場合、六条の宮洲所は、いわゆる生き量の宮洲所が出てきて、そうです。それで葵の上に向かって恨みつらみを述べていくと。で最終的にはもうそのあまりにも恨みつらみがもう爆発して、怒りが爆発して、周りでいわゆる祈りでこう止めようとする巫女さん、巫女とかももう静止を振り切って、あのようにこう引きずってこう連れて行こうとする。そこに山伏が登場し、小聖というお坊さんが登場してきて、で結局祈られる、本当にまさにエクソシストみたいな世界になって、最終的にこう祈り伏せられてしまって、悪霊っていうかその最後は鬼になってしまいますので、恐ろしい鬼になってしまって、それを小聖という僧によってそれは鬼になる時は能面が変わるんですか？そうですね。いわゆるもうこれが有名な般若という、こう角の生えた、よく皆さんよくご覧になる、怖いですよね。そうですね。伺ってるだけで怖い。その嫉妬の鬼になって、その般若という表も非常にこう角が生えてですね、恐ろしい顔をしていますけれども、僕らのなんて言いますか、能楽師側の解釈だととても実は悲しい顔であるというふうにも解釈しています。いわゆる外側にはものすごくこう恐ろしくて、攻撃的な顔をしていますが、じゃあそれなぜそうなったのか、それは全て裏切られたということによってやっぱりそうなった。つまり心の中には外側に対する攻撃的なこう怒りということと同等、もしくはそれ以上の自分の心の内側に向いたベクトルの悲しみというものを抱えている表情であると。ですからやっぱり六条の宮洲所もそうだし、その般若という面をつけた演目いくつかありますが、それを演じる時っていうのはやっぱり常に怒りのもちろん表現でかなり激しく表現しますが、心の中にはやっぱり悲しさっていうことを
常にこの両基軸で持ち続けるっていうことがとてもやっぱり大事なことなんだというふうに言われます。そこにやっぱりそこがとても日本人的な感性で、怒ってバーンってやってエンターテインメントで例えば祈り伏せられたやっつけられたやっつけましたっていうことでパンバーンっていう、いわゆるその、鬼という描き方ですよね。これは西洋文化の解釈でいうと例えば悪魔、いわゆるこれはちょっと宗教的な話にもつながりますけれども、神と悪魔という描き方なのか、我々がいわゆる日本人が古来から持っている、神様仏様って考えと鬼という考え方、でも鬼って存在は、いわゆる西洋で考える、デーモンとかデビルという考え方と大きく異なって、非常にかわいそうな存在でありかつ同情できる存在であり、しかも人間の心の中には誰しも用いる存在だし、しかもその鬼という存在はある日突然神にもなり得る、そして神はある時鬼にもなるというですね、そういう一つの表裏一体の存在ということで、神と鬼という存在というのは描かれている。ですからその場合鬼となるその代表的な面がその般若であるわけですね。ですから、怒るということとともに悲しさっていうことを常に持つっていうことが、そこがやっぱり見ている人に対してなんていうか、共感できるというか、とても同情できる余地が生まれるというか、ですから常に悲しみを背負って、悲しみを背負ったものでなければならないというふうに思いますね。そこは、歌舞伎なんかともある意味では違ってきて、例えば同じ道成寺であっても、そのおのおの道成寺と歌舞伎の道成寺、非常にある意味でもちろん同じ素材を使っているけれどもだいぶ違う気がいたしますね。でこの道成寺はもちろん歌舞伎でも一つの最も華やかな、芝居ですけども、お能の道成寺について少し伺ってよろしいですか。そうですね、今おっしゃったようにその道成寺といういわゆる紀州和歌山にあります現在もある道成寺というお寺で、繰り広げられた、安珍というお坊さんと清姫という、若いお嬢さんの、恋物語、結局これは安珍が、本当は結婚してほしかった。だけども結婚相手ではないということで裏切られた、それで清姫というその女の子が最終的にはやっぱりあまりにも純粋な恋心を持ちすぎたがために、その思いを裏切られたということによって、最後、蛇体になる、蛇になりますね。で最終的にはその安珍というお坊さんを、焼き殺す、で自らも最後自殺してしまうということで、能では蛇体になった、この女性は最後日高川に飛び込んでいくっていうことで終わってますから To be continue で終わってますので、いつでもまた蘇ってくるよという描き方をされてます。で永遠にこの、蛇体になった女性の思いというのは現在も続いているんだという描き方、未来永劫続くんだという描き方、そしてその中には今申し上げたようにやっぱり裏切られた純粋であるがゆえに裏切られた非常にこの純な思い、その少女の純粋な思いっていう儚いかわいそうな思いといいますか、純粋であるがゆえにその反動で蛇体になり鬼になったっていうところがやっぱりミソで、そこに対する同情というか、同感の思いっていう余地がたくさんあるわけなんですよね。その安珍っていうこの存在がね、存在感がないですね。能でも歌舞伎でもいつも思うんだけど、要するにそこまで惚れられる実態がないっていうかさ、そこは面白いなといつも普通もう少しねなんか裏切った男みたいなね、この強烈な悪だったりね、一種のドンファン性があったりとか、なんか単にかわいそうで一方的になんか存在感がない男なのになんでここまで思われたのかなと。でも逆に言うとそこまで抽象した話だと、女性の持ってるその狂気って言いますかね、
そういうその妄執というもののをその一番純粋に描くとそうなるんだろうと。でも歌舞伎との同じ道成寺は使っていますが、その見た印象も非常に違います。でもこの演じて来られた山井さんから見て、歌舞伎と能の道成寺の違い、特質とかっていうとどういうところに？そうですね、やはりですね、能楽っていうものが描いている世界っていうのがなんて言うんでしょうか、武士という方々が能楽を愛好してきたということに大きく関わってくると思うんですが、とてもやっぱり自己内向型というか、自分の心の中の内側のベクトルっていうことに対してどう向き合っているかっていうことにすごく特化しているっていいますか、あまり外側にパーンと分かりやすく外側に対しての発信、外側にも発信してるんですけれども、非常に内向的であり、自分の中の世界として自分の心の中の奥深くということに掘り下げていくという方向にベクトルをまず向けるというところがものすごくやっぱり特化して描けてきたと思うんですね。でおそらくこれは学者の方でもそうおっしゃる方もいらっしゃいますが、能楽がそういう世界観になってきたので、それとは違う形で歌舞伎はどう描くかと後で考えた時に、歌舞伎の方々はじゃあ外側をもっときらびやかにし、能楽はとてもシンプルに凝縮した一種の詩劇として、ポエムとして、濃縮し凝縮し内向的な世界にとても深く描く。じゃあ歌舞伎は違う方向でいこうということで、外側に華やかに美しく、そして分かりやすくバーンと外に対して描くという方向に特化するということで、能楽との違いをやっぱり描こうというふうに、意図的にそうされてきたんだろうなっていうのは、同じ演目を見てですね、道成寺もそうですし、例えば「あたか」とか「勧進帳」っていうものもそうですし、ああいう富樫の関森のとこで、義経弁慶が取り次ぎていく時の、能楽ですと実は力ずくで通るっていう結構、武士道でもうビビらせて通るという方法なんですけど、僕が今の白鸚さんですか、幸四郎の時代の時に歌舞伎座で「勧進帳」を拝見した時はやっぱり人情に訴えて、バレバレで分かってるけど、もうここまでお前がやってるんだったら弁慶よ、お前の苦悩は武士として分かるから通りなさいというふうに、武士の情けに訴えて情に訴えて情で描くというか、そこがやっぱり歌舞伎と能が一番やっぱり違ってる世界かなと思います。例えば道成寺であればね、歌舞伎になると、もはやこれは完全なエンターテインメント、もちろん歌舞伎にもいろいろな、非常に細やかな心情を描く芝居もあれば、スピリチュアリティを描くものもある。でも道成寺なんかの場合はもともと能の道成寺が持っているそういう一種の、ある種のご神事的なね、イメージがあるんですが、完全なエンターテインメントで、これはもう清姫に同情するとかしないっていうレベルの話じゃないですよね。もういかに凄まじい蛇の強烈なね、美しさの限りを尽くしたたおやかな姫が、とんでもない蛇体になってくることの、ほとんどグロテスクなまでの対比をね、もうワクワクしながら見るっていうそういう世界に感じるんですが、非常に能で私なんかもう逆に歌舞伎から入って能の道成寺を後から拝見することになったんですが、非常に違うまさに内面劇であることに驚きましたね。ですからあたかもそういう意味で非常に歌舞伎の勧進帳と、この番組をご覧の方は例えば山井さんのファンの方たくさんいらして、また能楽のファンの方は当然の話かもしれませんけど、一般に、歌舞伎の勧進帳のイメージから見ると随分その差がある。そうですね、その場合に
おっしゃったその人情、そして人情としてのこの駆け引きのその歌舞伎のですね、それからまた、幹事長の場合は見栄を切る、その見栄そのものが一つの一番の見せ場になるわけですね、弁慶の。それに対してこのお能の場合は見せ場というのはどういうところに？そうですね、能ですと、いくつかありますけれども、そのあたかというふうにタイトル申しますが、まさに歌舞伎で「勧進帳」というタイトルをつけておられる勧進帳を読むところ、これが本当に弁慶が何もいないところを広げて、でもう一言一言ですね、いわゆる鼓とですね、大鼓と小鼓との本当に一騎打ち、もう本当魂を削ってですね、本当にもう一言一言をもうこんなにゆっくり言うのかっていうぐらいのもう全力で一つ一つの言葉をですね、もう魂を口からもう吐くような気迫を持ちながらですね、後ろで演奏している、大鼓と囃子方とですね、あうんの呼吸でつかず離れずで、そしてこちらはもう、一つ一つの言葉をもう魂を込めて気合を込めて、もう思いを乗せていくようにですね、噛みしめてすごくゆっくりしたテンポで歌い上げていくんですね。もうあの時は私ももうあたかそうです何回かやらせていただきましたが、もうその勧進帳を読むところでもう汗がボタボタ出てきて、もうそれこそ本当に口から心臓が出るんじゃないかっていうぐらい、もうなんかもうここでもう失神して倒れるんじゃないかっていうぐらいの、そういうガーッという全力な気合でまさにやっぱりその。富樫をやはりビビらせないか驚かせなければならないので、能の場合はですね、そのもう凄まじいこの気迫、気合、それをグッとやっぱり入れていく。当然能の中にもドラマが描かれていますけれども、その前提っていうのはやっぱあくまでも能の場合はこの全力で気合、気迫ですね。そこがなくなっちゃうとやっぱりどうもダメっていうかですね。逆に言うと要するにまさに勧進帳を読み上げる場面そのもののそういう気というもののぶつかり合いというか、がクライマックスになる、ということなんですね。私もあたかを最初にやらせていただいた時は、その勧進帳を読む時はですね、後ろで演奏してくださった大鼓の方が人間国宝の、偉い先生だったんですでこれがもう壮絶な世界でですね、本当にもうなんていうかもう何とも言えない、ありがたい、もう本当にもう要するに囃子方のその鼓の気迫がまた強烈ってことですね。そうです、とてつもない強烈でした。もう強烈な気迫でした。そうするとその気と機能拮抗しながらぶつけていかなきゃいけないから、これは大変なわけです、大変なわけです。最終的にはそのお鼓の先生に踊らされたというかですね、うまく操られたということになりますが、こっちはもういや負けてたまるかと思って、その間のもうコンダクター指揮者がいませんので、こっちは前向いて歌ってます、後ろで演奏しています。そのあうんのところでその鼓の一発の音、掛け声、こっちはもう勧進帳一言一言読む、この一つの間の奪い合いというか、この主導権争いっていうかですね、もうそのイニシアチブの取り合いというかですね、世界の引っ張り合いというか、こっちも乗りながらこっちに引き寄せたりですね、バカ野郎こっちだって来るとかっていう、このもうせめぎ合い、この0コンマ何秒の世界にガーっていう、もうなんか言葉にならないようなメッセージがパパパパパパって押し寄せてきて、それに対してその瞬間にこちらも0コンマ何秒の世界でうわーっと答えていくっていうふうな、このなんていうか第六感みたいなものを働かせて、全力でそこを働かせて、目に見えないところでの、やり取り、それがもう凄まじくあったんです。それはすごいなこれがやっぱ能楽の僕も醍醐味だなと。目に見えないところのものすごい電波を働かせてやり取りをしてます。能楽はろくにリハーサルをしないで、ぶっつけ本番でジャズのジャムセッションのようにやります。でもそれはもうフリーダムに勝手にやるっていうことじゃなくて、一つのルールにのっとりますが、でも今申し上げたように指揮者がおりませんから、そのテンポ感、強さ、弱さ、高さ、低さとかいうものがその時によって変わるわけですね。
でそれは変わっても構わんってことになっていて、でその波のうねりということがやっぱりこうその時のメンバーメンツによってお客さんの気迫だったりメンバーによっていろいろ異なることがあります。なるほど。そこを感じ取ってどう波を、僕はよくサーフィンに例えるんですが、波に飲まれてしまうか、舞台のど真ん中主役を演じていて、でっかいもう大きな大波が来た時にただドバーンと飲まれて終わってしまうのかその波にちょんと乗ることができるとですね、自分が一人でいくら頑張っても描けない一つの大きなうねりの頂点に乗って波乗りすると、見たこともないような世界をほんの瞬間なんですが、とてつもない高みにバーンと押し上げられちゃう時があって、これはやっぱりうわこんな崇高なる世界がなんていうか、あの世の世界とも言うべき世界をこう垣間見てしまう、体感してしまう瞬間ってあるんです。やっぱこれがやっぱり私は能楽の主役して方と言いますけども、主役を演じさせていただくと妙理と言いますか、みんなが共演者がうわーっと押し上げたその世界の頂点になった時バーンともうロケットの先端にいるみたいな宇宙空間にドカーンと乗せられて、もうバーンとぶっ飛んでしまうような、うわーっていうなんかとんでもない世界、打ち上げられた世界ですね。そういうことがその醍醐味。アンサンブルですね。でそのアンサンブルというものが今ほとんどリハーサルもなしとおっしゃってましたけれども、そのして方、つまりその主役を山井さんがして方と、もうこれ役割決まっていて、そういう演じ手としては必ずして方をなさる。でそれに対しておのおの基本的な構成っていうのは出演者というのはどうなってるんですか？これがですね、能楽はですねそれぞれ専門パートに分かれておりまして、で能楽では4役というふうに呼んでますけども、私のいわゆるして方、いわゆるメインキャストを務める、いわゆるメインキャストのちょっと脇の役もやることもありますけれども、メインキャスト、それからコーラス隊をやったりとか、いわゆる黒子役をやったりもいたします。でその主役に対しての必ず相対する役ということで、舞台の対面にですね、対角線に存在している存在が脇と言われて、よくお芝居でも脇役、名脇役なんていうのまさに語源になった言葉ですね。能ではまさに脇と呼っている。それはもう脇役の人が専門職で、よくなんか脇の方にもたまにはメインキャストを主役やらせてあげてくださいよなんて言われるんですけど、脇という方々はもうずっとその対角線にいる脇役を一生極めていく、盛り上げ役であり、その対角線にいて慰める役だったりっていうことを務められる、それは生きた人間、あと導入役でもありますね。そうですね、導入役ですね。とても大切なお客さんとの間をつなぐ人間の代表として、あくまでも人間として存在していく、舞台の上で対角線にいる存在ですね。そしてしてはしばしばその霊的な存在の側であることが多いわけですね。そうです。それで能面をつけて、マスクを仮面をつけて、あの世の世界のもともとは神として存在していたものが、いわゆる異次元の世界からやってきた存在として描くために能面をつけ、そして、あの世の世界から出てくるということで、その対角線にいる。で脇という存在はあくまでも生きたこの世の世界の生きた人間としてその対峙するっていうことで、してと脇という存在が一つの大きな能楽のドラマとして描く、登場人物として対立軸としては大きいわけですね。その舞台、能はとてもシンプルですからそんなに登場人物いないんですけども、その背景にですね、後ろにいるのが囃子方という、いわゆる笛、小鼓、大鼓、太鼓という四拍子4つの囃子、これにいわゆるコーラス、声を出す歌いと申しますけども、それが加わりますと12345で五人囃子ということで、いわゆる3月の節句の時のひな人形の五人囃子というのは能楽から来ているというふうに言われています。で彼らも実は歌舞伎の場合はですね、全ての楽器を使いこなされますが、能楽の囃子方の方々はもう笛だったら笛を一生極めると、鼓だったら鼓を一生極めるということで、いわゆるその他の役をコンバートするということも一切なく、そしてそれぞれがピンのミュージシャンというか感じでやってますので、それが4人の編成の楽団としてアンサンブル劇団としていつも回ってるわけではなく、いつもその公演によって一本釣りをしてですね、その4人の編成をこちらがお願いをして決めさせていただく。ですから彼らはいつも横にいるメンバーは違う
メンバーでもう日々、演奏する。一期一会だ。そうです、その一期一会ということをすごく大事にしているのがやっぱり能楽という世界かなと、わざとそういうふうに追い込むって言いましょうか、はい、そうすると、指揮者もいない、それから演出家もいない、はい、そしてリハーサルもごくわずかしかしない、はい、で、しかも流派によって相当違う、はい、いうものがほぼ瞬間に出会って、はい、そしてそれがちゃんと成立するって大変ですね。そうなんです。だって、敵を知るというとあれですけれども、例えば、私なんかのコンパル流ですと、初代が小さいもんですから、例えば現在の能楽の主流ですとやっぱり観世流さんがベースになってます。そうするとやっぱり観世流さんがどういうふうにされるのか、これは私の師匠も現在の私の師匠がもよくおっしゃることですけども、例えば観世流さんがこうされるというところで、私たちはコンパル流としては歴史上こう対立っていったらちょっと違う意味での、コンパル流は伝統的にこうしますよっていうところをしっかり違いを認識してというかですね、それを例えば、お囃子方には説明して、だいぶもうお囃子方もご理解いただいてますけれども、場合によってはコンパル流はだからこうなんですよっていうことを共演者にも説明する、もっと言えばお客様にもご説明することもありますし、そういうそれぞれの違いというのをちゃんと理解した上で、当然囃子方もそれぞれ実は笛のフレーズが違ったりですね、この鼓の打ち方が違ったりですね、違うわけですね。それをやっぱりちゃんと理解した上でやっぱりお互いにそれはもう分かってるでしょっていうことでみんな舞台の上に上がってるんですね。はい、そうするとその共通了解とかね、あるいはその対応していく、そしてしかも、演目に対してそれぞれの全員が独立独歩でみんなが独立しておられるわけじゃないですか。はいはい、その演目に対する理解、はい、その理解の仕方や度合いもね、ある意味でその瞬間に問われちゃうし、はい、そういう非常にある意味ではこう自由だけどある意味で非常にシビアな世界ですね。そうなんです。私も現代演劇出た時にですね、とってもなるほどこうするんだと思ったら、やっぱりちゃんとコンセプトとかですね、思いとか概念っていうか、ここの場面はどういうふうに演じるのかっていうことをまず議論をし、そこでディスカッションを交わし、役者同士演出家を交えて話をして場面を作っていく。なるほど、現代演劇ってなるほどそうなんだって思ったのは、能楽は全く真逆で、先生が今おっしゃったようにですね、この全然そのそういう相談を全くしないで、いきなり舞台でこうボンと上げちゃう。ですからこう説明するんだったらもうやってみせろみたいな、もう舞台の上でやれば分かるよみたいな風な感覚ですね。その瞬間にその意図まで組んで演ずるということ、それがやっぱりいわゆるこれは日本の伝統的な社会文化みんな共通してますが、いわゆる型ということでですね、一つのこうフォーマットというか、ルーティーンといいますか、もう一つのこう流れというか形ということにこう固めた上で型ということにして、それがきちんとそれぞれがその型を伝承すれば、それをパッと合わせた時にきちんと合うはずだと、そのきちんとですからそれぞれの師匠それぞれの流派の教えということをきちんとやっぱりなぞる守る、そこにこういかに、こうきちんとそれを体現することができるかどうか。ですから私もよくお話しするんですけど、能の演目とか能楽についてとかっていろいろこうお話しさせていただきますが、じゃあそれは一体誰から教わったんですかっていうと、実はその型を修練したことによって、おかげさまで現在までここまで長くさせていただいた中で自分の中で湧き上がってくる思い、その外側を固めることによって中の魂はいつか分かるだろう。ですから私も師匠から教わったことっていうのはもう鉄頭鉄尾、その手の上げ方、タイミング、高さ、間の取り方、声の高さ低さ、そのテンポの持ち方、もうそれに特化するわけですね。この曲はこういう概念だから、この思いだから、これはこうだからこうなんだよじゃなくて、もうその型ということにですね、徹底的にそれをもう若い時なんかはもうそこを固めるということに、ですからその曲に対する思いとか概念ということは、実は私も自分の師匠から全然教わったことはないんです。これがやっぱり能楽をはじめとする日本の伝統文化のすごいところは、やっぱり先人っていうのは先にいなくなるわけですね。
では能楽っていうのは1年2年ではなく数十年単位というか、100年単位数百年単位でやっぱり考えていて、師匠は先人は先にいなくなる、今分かんなくてもこれさえきちんとやってればいつかお前も分かる時が来るよ、私がいなくなってもねっていうことなんだと、謎かけのように謎かけ全然必死こいてそれに食らいついて若い時なんかはですね演じてきて舞って歌ってきた。で師匠からももちろん謎かけのように言われてきた、じゃあその一つの型というものがあって、それをきちんと守ってきた先に、その内側にある心というのはひょっとしたらこういうことなのかもしれないっていうことが、ふとこう思い浮かぶ時があって、なるほど、きちんとやっぱり型を守るということがその思いをつなげていくということにつながっていることなんだな、師匠が言いたかったことはこういうことだったのかもしれないっていうことを、もう今この年になった時にすごく感じることがよくあります。これは非常に本質的な日本文化論、あるいはその日本のその日本人の生き方や世界観とも関わる、大変今のお話は重要なお話だと思うんですね。江戸時代の国学者、の元利宣長にその意は似せやすく、姿は似せがたし、意味は似せやすいけれど姿というものがむしろ非常に、模倣しにくい、あるいは姿というものの方がよほど捉えるのが難しいんだという言葉があります。でこれはヨーロッパ流に言うとその意味の確定をすることの方が大変だから、哲学者は何百ページも定義するわけじゃないですか。で、形というものよりもむしろ意味さえつかめれば形の確定は簡単だと。デカルト的なといいますか、要するに幾何学的にですね、計算すれば形は出てくるでしょうと。でも意味を確定させるというのはこの不文明な言語でですね意味を確定する、これ大変だと。でも逆だと。日本では意は似せやすい、でも姿の方がよっぽど難しいんだよと。要するに形の側にこそ真髄があると。いや形ばっかり追うなよ、中身が大事だろう。いやいや日本は違う、中身より形の方が大事なんだと。形をやっておけばいつかお前にも分かる時が来るよとおっしゃったというね、この師匠のこの言葉にですね、私はそのまさに日本文化の一番の本質を今聞いたような気がいたします。ありがとうございます。これは非常に重要なお話でもあります。でさらに山井さんの上演のですね、いろんなご経験の話を踏まえて、ぜひ後編の方で深めたいテーマだと思います。最後になりますが、前回ご出演いただいたソプラノ歌手の森谷真理さんと並んでですね、山井さんにも11月1日の日本文化サロンオープニングセレモニーで演じていただく、出演いただくというふうにご快諾をいただいているんですね。少しその文化サロンオープニングセレモニーでの演目についてここでご紹介いただいて、日本人が本来持つべきアイデンティティというか、それはなんかものすごく純粋な意味で、そしてもっともっと長年続いてきた意味として、そして日本人もそうだし世界の人たちにもこれからもっと世界が良くなるという意味で、持ってるべき柱みたいなものが失われてきたと思ってます。私たちが伝えている、僕らが伝えている能楽の中にはそのメッセージがあると思っていて、そういったことがまたこういう場で皆さんたくさんのいろんな方にやっぱ知っていただいて、そして私自身もまたいろんな方々、今回ご参加されているいろんな方々といろんな話をさせていただいて、刺激を受けながらまた勉強させていただける素晴らしい機会だったなというふうに思ってます。でこの立ち上げの時にですね、能楽の世界でやっぱりおめでたい時はお祝いといいますか祝言というふうに言いますけども、本当におめでたい能楽っていうのはやっぱり天下太平国土安穏って言いますけども、みんなが幸せに楽しく生きていくということを記念するっていうのがもともとの能楽のメッセージです。でその中では代表曲である「高砂」という曲があります。これはもう何といっても世阿弥の屈指の名作でありますし、その世をことほぐ
高砂の、住吉明神という神様が出てきて、世をことほぐ、みんなが幸せに楽しく祈る、みんなで幸せに楽しく、その幸せをお互いにシェアしながら、享受しながら生きる、それをみんなで頑張っていこう、そして祈ろう、それが能楽のメッセージ。まさにその高砂を今回このオープニングにですね、私がその高砂というのをちょっと回していただこうというふうに思ってます。ということで、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、前編の方はこの辺りで、一旦、終了させていただこうと思います。いかがでしたでしょうか。山井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。